どうもこんにちは、村です。この度もご視聴ありがとうございます。今僕が使っているメインスマホがこの OPPO から出たハイエンドスマホ Find X9 なんですけど、これが2025年の年末に滑り込みで登場した、本当に期待の次世代ハイエンドっていう感じで、もう個人的にはめちゃくちゃ待ち望んでいた機種だったんですよね。で、去年1年間はですね、Find X8 っていう前のモデルをね、愛用してきていまして、とにかく Find X8 がめちゃくちゃ良かったっていうことで、今回ね、この Find X9、登場して、僕今メインスマホとして2ヶ月使いました。で、この X9 今ね、価格13万円くらいで Amazon で販売されていて、僕購入した時が15万円くらいだったので、なぜかね、1万5千円くらいね、値下がりしてるというか、ちょっと安くなってるんですけど、これね、最初から13万円くらいで、ね、販売してほしかったなと思いますね。ちょっとそこ不満なんですけど、で、実際価格っていうところで、これ13万円っていうことを考えると、15万円でもですね、めちゃくちゃいいスマホだなっていうふうに改めて思うんですよね。これはね、もう今回も過去最高を更新してきたなっていう風な感覚で、X8 前のモデルを使っていた時に感じていたちょっとした不満みたいなものも今作でね、改善されていたりとか、あとスマホとしての完成度がもうめちゃくちゃ強くてですね、やっぱり他のメーカーのハイエンドモデルとも全然戦えるどころかそれ以上のスペックも搭載してるっていうね、そういったダークホース的なスマホになってるんじゃないかなと思います。おそらく日本のスマホユーザーの半分以上の方がね iPhone 使っていて、結局やっぱり iPhone だよねっていう方がね多いんじゃないかなと思いますし、 Android に乗り換えても iPhone 結局いいよねっていう風になる方いるんじゃないかなと思うんですけど、僕はですね、結局 OPPO がいいよねみたいな感じになりつつあります。で、今現在もね他のメーカーのスマホを触っていても、やっぱりこの Find X9 の完成度が高いっていうこともあって、僕の中でこの Find X9 は安定のメインスマホっていう風な感じで、もうそのポジションをね築きつつありますね。で、今2ヶ月経った今、実際使ってみてどうだったのかっていうことについてね、今回話していきたいと思います。本当に定点観測みたいな形で、以前出したレビュー動画とね、内容被ってしまうかもしれないんですけど、今の時点で僕が思ってることをね、率直に話していきたいと思います。で、まずね、この Find X9 実際に2ヶ月使ってみて、ここが良かったなっていうところで言うと、もうこれね、持った瞬間から感じられるのが、この大画面なんですけど、持ちやすいデザインっていうところですね。これ画面サイズがですね、6.6 インチって言って、割とね、大きめの画面サイズなんですよ。これより大きいものだと 6.8 インチとか 6.9 インチとかってあるんですけど、これより小さいものだと 6.3 インチとか 6.2 インチとか、そういったサイズ感になります。なので一応ね、中間みたいなサイズ感なんですけど、結構ね、画面サイズ大きいなっていう風に感じられるんですよね。なんですけど、こうやって持ってみると、結構ね、持ちやすいんですよ。大きいサイズのスマホだと、例えば 6.9 インチとかだとね、やっぱり横幅が広くなって、片手で操作するときにね、ちょっと厳しいんですよね、僕の場合だと。そんなにね、僕手が大きい方ではないので、あんまりね、片手操作するときに、画面が大きいとね、諦めて両手でこんな感じでタイピングしたりすることも多いです。ただ、この Find X9 だと、横幅が今回 74mm っていうことで、こうやって片手で持ったときに、ギリね、片手操作いけるくらいのね、サイズ感なんですよ。これ絶妙なラインでですね、僕の場合だと 75mm 以降になってくると、75mm、76mm とかになってくるとちょっと厳しいかなっていう。他のメーカーのね、ウルトラくらいの結構画面大きいものだと 77mm とかね、78mm くらいになってくるので、そうなるとね、やっぱりケースつけたりするとちょっと厳しいなっていう感じなんですよね。大画面であればあるほどね、画面がシンプルに見やすかったりとか、あとゲームをね、楽しめたりとか、YouTube もね、大画面で見れたりとか、画面が大きいとね、それはそれでいいんですけど、この Find X9 は割と大画面な感じもしつつも、結構持ってるとね、持ちやすいんですよね。しかも今回本体の厚みがですね、約 8mm っていうことで、こんな感じでね、今、動画越しでも伝わるんじゃないかなと思うんですけど、もう本当に金属の板を持ってるようなね、結構薄いボディデザインなんですよね。ハイエンドモデルだと、8mm 超えてくるものが結構多いんですけど、もうこれ 8mm以下に収まってるっていうことで、実際持ってみてもね、やっぱり横幅と厚みってね、本当に持ちやすさに関わってくるんですよ。横幅が狭かったとしても、厚みがあると意外とね、持ってる時に、重量感感じたりもしますし、この横幅とこの厚みのね、絶妙なバランス加減がですね、この持ちやすさにつながってるなっていうふうに改めて感じています。重さに関しても約 200g っていうことで、これは前のモデルの方がね、10g くらい軽かったので、今回のモデルね、ちょっと重たくなってるんですけど、
ど、ただね、これは全然許容範囲かなと思っています。この持ちやすさがね、やっぱり、いいことによって、そこまで重さもね、感じづらくなってきてるなっていうふうには感じています。とにかくこのね、6.9インチとか6.8インチっていう、超大画面のスマホみたいなやぼったさというかね、持ってる時のちょっとごつさみたいなものがなくてですね、大画面でありつつも持ちやすいっていうところがね、本当に日々毎日触っていて感じているところです。あと細かいところでやっぱりいいなと思ってるのが、このカスタムボタンですね。音量ボタンと電源ボタンの他に、この側面にもう一つボタンがついていて、ここに好きな操作を割り当てることができるんですよ。こんな感じでカメラだったりとか、あとね、フラッシュライト、普通の背面のライトだったりとか、あとはレコーダーだったり、こういった操作を割り当てることができて、すぐにね、このボタンを押せば起動できるようになります。僕はカメラを割り当てていて、カメラの中でもこの写真のモードなのか動画なのか、またポートレートなのかっていう風に好きなモードもね、設定することもできます。すぐに動画撮りたいっていう方は動画にしてもいいと思いますし、マスターモードって言ってね、ちょっとこの瞬間をね、逃さずにいい感じに撮りたいっていう人はマスターモードにしてもいいと思います。このカスタムボタンはね、やっぱりないよりはね、絶対僕はあった方がいいなと思うタイプで、やっぱりなんだかんだこのスマホのね、画面で操作するよりも、このノールックでボタンを押して起動できるのがね、なんだかんだね、やっぱりこのデジタルの時代だからこそね、この物理ボタンって結構いいなと思うんですよね。ボタンありすぎも良くないんですけど、このくらいのね、なんかカスタムボタンはどのスマホにも搭載してほしいなっていうふうに改めて思います。普段この X9 を使う上で、これ裸でね、ケースをつけずに使っているわけではなくて、この純正のケースを使ってるんですよ。これね、合わせて購入したんですけど、これ OPPO の公式サイトで買うことができます。これね、価格ね、3000円か4000円くらいで、価格なりにめちゃくちゃいいんですよね。で、このケースがね、とにかく軽くて薄いんですよね。この Find X9 のこのボディのね、持ちやすさとか軽さとか、この横幅みたいなところをなるべくね、ごつく分厚くせずに、このケースでね、割と身軽なまま使えるっていうことで、しかもこれマグネット背面に内蔵していて、こんな感じでね、磁石のマグセーフのアクセサリーもつけることができて、これ本当にいろんなアクセサリーがあるので、ぜひね、いろいろ試してみてほしいんですけど、この軽さで、このね、薄さで、しかもこの機能性っていうことを考えると、他のね、サードパーティー製だったら1万円くらいしてもおかしくないんじゃないかなっていうくらいの、クオリティだと思うんですよね。もう結構ね、この質感としてもマット感があるというかね、触り心地も安っぽくないですし、なのでね、これはね、もう純正ケースとしては結構当たりだなと思っていて、これね、本当にずっとつけて使ってますね。ただね、やっぱり最近ピクセルとか、あとはギャラクシーとかね、購入して思ったのが、ケースの種類が少なすぎるっていうのはね、同時にちょっと気になるところですね。純正ケースがなさすぎるっていうのはね、今後改善してほしいなっていうふうには思いますね。そして次にいいなと思ってるのが、バッテリー持ちですね。で、僕普段この X9 どんな感じで使ってるのかというと、もうゲームはほとんどやらないです。ゲームやらずに YouTube で動画見たりとか、また X とかインスタとか SNS やったり、あとはメモアプリ使ったりとか、タスク管理して、トゥードゥリストとかね、あとはカレンダーアプリ使ったりとか、あとは AI ですね、ノートブック LM とか、あと Gemini とか、で、普段こういった用途で使っていると、1日は余裕で使えるんですよね。で、しかも2日使えるくらいのね、バッテリー持ちがあるなっていうふうに思います。で、モバイルバッテリーで僕ほとんど使わなくなりましたね。遠出する時も、全然1日耐えられるなっていう安心感があるので、モバイルバッテリーでほとんど持ち運ぶことがなくなりました。それくらい 7000mAh っていうね、超大容量バッテリーはね、伊達じゃないというか、普段使いで言うとね、めちゃくちゃ持ちはいいなっていうふうに思いますね。次にいいなと思ってるのが、この X9 で撮れる写真についてですね。で、特にこの X8 前のモデルからハッセルブラッドっていうね、老舗の高級カメラブランドがカメラをね、監修したっていうこともあって、色味がですね、全体的に自然に、しかもね、グッとくるというか、いい感じに撮れる写真になったんですよ。で、僕は普段この X9 で写真を撮るときは、だいたい出かけた時にね、ちょっと料理の写真撮ったりとか、子供の写真撮ったりとか、家族で写真撮ったりとかね、風景ちょっと撮ったりとか、そういった用途でももちろん使うんですけど、家の中で何でもない、日常みたいなものを撮ることも多いんですよ。もううちの小太郎がね、ちょっと可愛い時にね、撮ったりとか、ここ可愛いなと思った時にちょっと撮るとかね、そういったことも結構多いんですよね。で、この家の中で撮るっていう時に結構ね、やっぱり環境としてはそんなに良くなくてですね、自然光が、今何にも入ってなくて、家のね、シーリングライトだけの明かりで、結構写真を撮ることも多いんですよ。で、そういう時のね、環境って、スマホの性能がよくわかりやすいんですよね。実際の家のライトのね、
ね、明かりの色温度とちょっと違かったりとか、あとはコントラストがちょっと補正されて強く出てしまったりとか、解像感とかノイズとかもねちょっと乗ってしまったりとかね、いろんな性能の違いがよくわかるんですけど、特にこのファインデックスシリーズはね、僕の普段のこの家の中で撮る時の写真がめちゃくちゃよく撮れるんですよね。ちなみにこの写真はうちの妻がね作った小太郎のクッキーですね。小太郎に似せて作ったクッキーを小太郎がねちょっと食べようとしてるっていう、そういったシーンなんですけど、これとっさにね取り出して、すぐ撮ってこの画質で出てきたんですよね。やっぱりねこの瞬間にいいなと思いましたね。うちのね小太郎のこの絶妙な毛の色味だったりとか、このねちょっとズームしてみた時のこの毛の質感とかもそんなにね明るい部屋じゃないんですけど、しっかりと捉えられてるんですよね。なのでこのね細かい絶妙なねディティールみたいなところのね再現力というかね、そこまで補正されてないんですけど自然に映るというかね、もうこの雰囲気がねめちゃくちゃいいなっていうふうに思いますね。小太郎以外の写真でもね、うちの子供とか撮った時もこれね実は逆光なんですよ。後ろ側に窓があって結構ね光が強めに来ている、後ろからね逆光で来ているんですけど、逆光で撮ったとしても肌の部分ね、顔の部分がいい感じに補正されて割とね明るく持ち上げてくれたりとか、この人の肌とかね顔の補正みたいなところもかなり優秀なんですよね。特に人の肌かな、自然な感じで、そこまでねコントラスト高すぎずなんか嫌な感じで映らないっていうのも、気に入ってますね。これがねちょっとうちの猫ちゃんの小太郎に自然光がちょっと当たっていていい感じになっていたのでね、とっさに撮ってみたんですけど、やっぱりね質感が立体的というか、一眼カメラに近い質感なんだけど自然な色味で、しかもそれが気軽に撮れるっていうね。他のメーカーで言うと例えばシャオミとかギャラクシーみたいな鮮やかでコントラストが高めの写真ってわけではなくて、逆にね見た目に近くてそこまで派手さはないんだけど、ただしっとりとねちゃんと綺麗に見えるというか、そういった感覚ですね。この辺は完全に好みなんですけど、僕はねこの写りがやっぱり X シリーズ、ファインド X シリーズならではだなっていうふうに思いますね。で、同じような感覚のね視聴者さんもいたみたいでですね、コメントできてたんですけど、言葉で言い表しにくいんだけど、ファインド X8、ファインド X9 の写真には色気というか臨場感があって好みっていう風なねコメントがありまして、これまさにね僕も同じように思いましたね。例えばこの小太郎の写真とかについては、毛の部分とかの解像感はしっかりと残っていて、毛の一本一本がねかなり解像感高く残っているのに、影になっている部分のね回調が結構滑らかというか、そんなにねジャギジャギしてないというかね、デジタル感がないっていうところが、視聴者さんの色気というかね、僕が感じているなんか立体感みたいなものにつながってるんじゃないかなと思います。こういったね質感みたいなものは、ふとした時にね結構感じるので、他のスマホと取り比べてみて感じられるっていうよりはね、普段使っていてなんかいいなっていう風な感覚になれるんですよね。あとね、個人的にこれもねいいなと思ってるのが、食べ物とか料理を撮った時の写真ですね。これ麻婆豆腐でねお店でね頼んだ時の写真なんですけど、このね場所自体も結構なんでもない普通の家の個室みたいな場所だったんですけど、ライトとかもね普通のライトで、天井のシーリングライトで、そんなにね環境としては、めっちゃ映えそうな感じではなかったんですけど、適当に撮ってみても結構ねいい感じに撮れてるんですよ。ここはねしっかりと補正が効いていて、なんか見た目よりもね美味しく見えるというかね。あとね山岡屋のラーメンとかもですね、僕ね結構塩ラーメン頼むんですけど、この解像感がありながらも立体感を感じられるというか、もう美味しそうに見えるし、色も鮮やかに出てるし、おそらく食べ物を映した時に AI がね食べ物って認識して補正が入るんじゃないかなと思うんですけど、見返してねまたなんかラーメン食べたくなるような感じがするというかね、そのくらい適当に撮ってもいい写真が撮れるなっていうふうに思います。あと望遠カメラの画質もねいいんですよね。これ望遠カメラ3倍で撮ってるんですけど、センサーサイズがですね、ハイエンドのメインカメラほどではないんですけど、ミドルレンジくらいのねメインカメラくらいのセンサーサイズになってるので、日中で撮った時のね画質がよりよく感じますし、ちょっとね薄暗いところで撮ってもノイズがねあんまり目立たないので、もう望遠カメラの画質がシンプルにいいなと思います。もうこれねやっぱり他のハイエンド、日本で発売されているハイエンドと比べても、これを明らかに超えてくるくらいのスマホで言うと、本当に Xiaomi 15 ウルトラとかね17ウルトラとか、Xiaomi のフラッグシップくらいな
なんじゃないかなっていうふうに思ってますね。本当にこの毛の一本一本の解像感もね、かなり残っていますし、しかもね、センサーサイズが大きくてレンズもね、そこまで暗くないので、背景がね、若干ボケてるっていうね、結構距離あるんですけど、割とね、この被写体が際立ってるような感覚も味わえて、この望遠カメラはね、本当に日中でも、夜景でもね、撮っていてすごい楽しめるんじゃないかなと思います。あとこれがですね、マスターモードのローっていう形式で撮った写真になります。ロー形式に関してはね、ちょっとまた別で動画撮ろうかなと思ってるくらい、ここではね、ちょっと割愛するんですけど、これも望遠カメラですね。ローで撮ると特にですね、この陰影がしっかりとね、補正されてない生の写真が出てくるので、本当に一眼カメラに撮ったみたいな質感になるんですよね。カメラ好きな方はね、ぜひね、マスターモードのローを試してみてください。あとね、これもローで撮りましたね。これ水族館で撮ったんですけど、質感がね、非常にいいです。これはね、超広角カメラで撮りましたね。ローで撮った後にAdobe のライトルームでちょっと明るさ調整したくらいで、これ超広角カメラで撮れるの結構すごいなと思いましたね。センサーサイズそこまで大きいわけではないんですけど、オートフォーカスに対応しているので、これ若干ブレてはいるんですけど、結構ね、暗いところだったとしてもね、撮り方によっては結構いい感じに映るなっていう風に、この超広角カメラもメインカメラも望遠カメラも最高クラスのスペックってわけではないんですけど、ただ全てがですね、結構高めのスペックになってるので、センサーもね、そこそこ、いいもの搭載してますし、なのでね、普段どのカメラで撮っても、ローで撮っても、写真のね、編集とか撮影を楽しめるかなと思います。ここまでね、このカメラとかバッテリーとか、このデザイン、外観みたいなところね、ハードウェアについていろいろね、良さ語っていったんですけど、この中身ですよね。この OS の部分の良さもいろいろあるんですよ。で、僕はね、この2ヶ月使ってみて、やっぱりいいなと思ったのが、もうこのカラー OS、本当にね、僕は一番好きだなっていうくらい、カラー OS だから、この FindX9 をね、使ってるっていうところもあります。で、カラー OS っていうのは、OPPO がね、Android をベースに独自でカスタマイズした UI になっていて、基本的には Android のシステムになってるんですけど、このアプリの側のデザインだったりとか、このコントロールパネルだったりとか、細かいところのデザインがですね、OPPO のようなね、OPPO のデザインになっています。で、このカラー OS のね、特徴、いいところいろいろあるんですけど、これ、以前動画で話しています。この OPPO のスマホ買ったらね、ぜひやっていただきたい便利な設定とかカスタマイズについて紹介しているので、その動画見ていただくと、よりね、カラー OS の魅力がね、わかると思うので、ぜひね、その動画チェックしてみてください。で、このカラー OS ならではの魅力みたいなところで言うと、まずね、このマインドスペースっていうアプリですね。マインドスペースは、この OPPO 独自のね、AI アプリみたいなもので、例えば何かね、好きな記事とか、ちょっとこれ保存しておきたいなっていう瞬間があった時に、この3本指で上にスワイプすると、こんな感じで AI のアニメーションみたいなものが走ってですね、先ほどのマインドスペースっていうアプリに保存されていきます。で、保存されたものはですね、こんな感じでね、AI が要約してくれて、ページにまとまるんですよね。で、自分がいいなと思った写真とか、また X の投稿とかインスタで見つけたね、記事とか、何でもいいんですけど、ちょっと保存したいなっていう時に、スワイプアップしてね、一瞬で保存できるんですよね。しかも AI がカテゴライズしてくれるので、ちょっと独自のね、ノートアプリというか記録アプリみたいなものです。これナッシングとかにはね、あるんですけど、ナッシングとはまた別のね、UI デザインになっているので、またちょっとね、使い勝手違うんですよね。OPPO のこのマインドスペースは、これはこれで本当に使いやすいので、僕はね、結構気に入っています。あといいなと思ってるのが、このアプリのウィジェットですね。ウィジェットっていうのは、こういったアプリの簡略版みたいなものになっていて、アプリをわざわざ開かなくても、例えばこれ、カレンダーの予定が見れたりとか、ノーションのショートカットで好きなページに飛べたりとか、アプリを開かなくてもね、簡単にここで直接移動できるっていう風なものなんですけど、このウィジェットについては他の Android スマホでもあるんですけど、ただこの OPPO のスマホのウィジェットについてはちょっと特殊な独自機能があって、これアプリをね、何かこんな感じで長押しするとですね、ちょっとね、編集できるアイコンが出てくるので、これを右側に伸ばしてあげると、こうやってね、引き伸ばしてちっちゃいウィジェットを作ることができるんですよ。しかもこれ下に伸ばすとですね、さらに大きくなって4つのマスで作ることができたりとか、自由自在にですね、こんな感じで形を変えてちっちゃいウィジェット、アプリを拡張したウィジェットを作ることができます。これね、結構使っていまして、まずね、これ時計の
ウィジェットですね、普通のシステムの時計アプリを右側に引き伸ばすと、このデジタル時計の表示が大きく見えるようになったりとか、あとはこういったメモアプリね、これクラフトっていうちょっとまだねベータ版のアプリなんですけど、こういったものもね引き伸ばすとショートカットを割り当てることができたりします。Google Keep とか Google のアプリとかもね結構自由度高くねウィジェットを作ることができるので、もうこれめちゃくちゃ使えます。あとちなみにこれレコーダーのウィジェットなんですけど、こういったウィジェットのアニメーションとかもですね結構作り込まれていて、はい、録音開始すると波形が出てきてですね、僕が喋った波形に合わせて動いてるっていう感じですよね。でここで止めることもできますし、こういった細かいウィジェットだったりとかアニメーションも結構滑らかで見やすいっていうところもこのカラー OS の良さですね。あとコントロールセンターについてですよね。こんな感じで上から下にスワイプするとこういったね Wi-Fi とか Bluetooth とか、簡単にいじれるクイックパネルみたいなものが出てきます。でこのパネルの種類を2つから選べるようになっていて、右上のねこの3つの点のアイコンからクイック設定をカスタマイズっていうところで、通知とこのパネルを一括で表示するか分割するかっていうのを選ぶことができるようになっています。で僕ねもともと一括で表示する設定でやっていたんですけど、今はねこれ分割のやつにしています。分割にするとこんな感じの表示になって、右側をスワイプするとこんな感じのパネルが出てきて、左側をスワイプすると通知が出てくるっていう、そういった仕様にしています。少し前まではねずっと一括のね通知とかも一括で見れるような設定にしていたんですけど、これ分割にすることによって、コントロールパネルがシンプルに見やすくなるんですよね。これ色分けされていたりとか、こういったねバイブレーションとかの切り替えとかも見やすくなっていたりとか、あとはこの細かい配置とかもね変更できるようになるんですよね。もうこれちょっと知らなくてですね、最近発覚したというかね、もうこれできるんだっていうふうに思ったんですけど、こういったねパネルの並び替えとかもできるようになっていたりとかするので、割と分割で表示してカスタマイズして使うのも結構使いやすいなっていうふうには思っています。こういったカスタマイズの自由度も高いっていうところがカラー OS の地味な魅力ですね。あと OS の機能の話で言うと、一つね本当にこれは僕自身ねもうなくてはならないというか、もう虜になっている神機能がありまして、それがね MacBook との連携の機能ですね。これね現状 MacBook の連携で優れている Android スマホで言うと、僕はねパッと思いつくのだとこの Oppo と Xiaomi と Pixel なんですよ。で Pixel についてはこれね最近搭載された機能で、これ Pixel 10なんですけど、Pixel の場合だとこれねクイックシェアっていう機能でですね、クイックシェアはどの Android スマホにも搭載されているんですけど、Pixel 限定でですね、この MacBook だったりとか Apple デバイスにメアドロップみたいな感じでデータを転送できるんですよ。こんな感じで撮った写真を選択してクイックシェアのねボタンを押すと、下の方にですね、今後ろに映っている MacBook がこんな感じで表示されています。でなのでこれを押すと、すぐに写真を送ることができるんですよ。今ちょっとね通知が後ろに来てるんですけど、これを OK すると自動的に、データが取り込まれます。でもちろん他のね Android デバイスだったりとか Windows にも送信することができます。Pixel と Apple デバイスの連携については、この相手側のね Apple デバイスにアプリをインストールしなくてもですね、AirDrop みたいな感じで送ることができる、もう完全にね AirDrop 互換の、機能になってるんですよ。自分が持ってるデバイス以外で、例えば家族とか友達でね iPhone ユーザーにデータを送りたいっていう時にめちゃくちゃ使えるのが Pixel の良さで、この Oppo に関しては事前にアプリをインストールする必要があるので、現実的に、相手側がね iPhone ユーザーだった場合に、アプリをインストールしてもらっていろいろ設定してっていう風にやるのね、ちょっとめんどくさいというか結局やらないと思うんですよ。僕はやったことないです。ただね Oppo の場合はアプリをねインストールさえしておけばめちゃくちゃ連携がね神なんですよね。僕ねメインパソコン MacBook 使っていまして、これ Apple デバイスですよね。でこの Apple デバイス MacBook にあらかじめアプリをインストールしておけば、もうこれね自動でFindX9 とねこの MacBook つながってるんですよ。でしかもこれスマホを開かなくてもこのパソコンの方からですねこのデータをね見ることができるんですよね。ちょっと今ぼかしかかってるかもしれないんですけど、今ねスマホを触ってなくてもスマホの中のデータを見ることができています。でこんな感じでポチポチ押してデータをね選んでそのままインストールすることもできますし、逆にパソコンのデータをドラッグ&ドロップしてこのねアプリの中に入れさえすれば勝手にねこのスマホの方に写真とか動画のデータが入っていくっていう、本当にシームレスな連携ができるんですよね。これが本当に神がかってまして、あとさらにね何か写真とか動画を撮った時にですね、今ちょっと写真を撮ってみると、はいこんな感じで今写真撮ったらですね自動的に
ポップアップが出てくるんですよ。この写真を保存しますかっていう風に表示されてるんですけど、もう今シームレスにね、繋がってるので、保存したい場合はね、この保存っていうアイコンを押せば、自動的にスマホの方にも同じデータが保存されるみたいな感じの機能もあります。写真とか動画に関わらず、これ先ほどね、ちょっとレコーダー回したと思うんですけど、このレコーダーのこのデータもですね、一回止めると、はい、今ね、パソコンの方にもポップアップが瞬時に出てきました。なので、会議のね、録音データとかも、この Mac の方からね、例えば Gemini で文字起こししたりとか、要約したりとかっていうことも、シームレスにすることができます。でもちろん、このスマホの方から写真を選んでね、AirDrop みたいな感じで、この MacBook に送ることもできます。で、僕はね、普段この YouTube 動画を編集するときに、このスマホで画面収録したデータとか、あとはうちの猫ちゃんの小太郎のね、動画とかをパソコンの方に移す頻度がね、結構高いんですよね。その時に、やっぱりこの Oppo のスマホの連携がですね、めちゃくちゃ良くて、これは本当に僕の中で神機能ですね。で、最初に話したこの価格13万円くらいで購入することができるっていうことを考えると、僕はね、10万円超えていながら十分コスパ高いなっていうふうに思いますね。かなりマイナーなスマホでありながら、バッテリーの持ちも良くて、カメラも楽しめて、フェリカ搭載していて、防水防塵性能もね、IP69、IP68 になってるので、細かいところでね、一段頑丈なスマホになっていますし、あと薄くてね、持ちやすくて、しかも大画面も味わえるっていう。いや、もう本当にね、これは知られてないだけで、もうこれ圧倒的、バランス型の、ハイエンドスマホだなっていうふうに思っています。で、正直弱点っていうね、弱点はなくてですね、細かいところでもちろんね、気になるところあるんですけど、これはレビュー動画で話している通りで、正直ね、今のところ僕がね、気になるところを一つにまとめるとすると、今思うのがね、ウルトラモデルが欲しいっていうことですね。この Findex9 で気になるところは、大体ね、この上位モデルウルトラに搭載されてることが多くて、日本で発売される予定はね、おそらくないかなと思いますし、その可能性も低いと思うんですけど、本当にウルトラが欲しいっていうね、これに尽きるなっていう感じですね。もっとこうなればいいなっていうところで言うと、望遠カメラはね、画質はね、そこそこいいんですけど、あんまり寄って撮れないっていうところですね。やっぱりね、望遠カメラ寄れないっていうのがね、ちょっともどかしいというか、メインカメラの3倍ズームで撮ればね、問題ないんですけど、やっぱり望遠カメラのね、画質の良さを生かしてね、寄って撮りたいっていう時に、ちょっと物足りないなっていうところと、あとカメラのショートカットですね。大体の Android スマホは電源ボタンを2回押しすることによってすぐにカメラを起動することができるんですけど、この Oppo のスマホはですね、なぜかこの電源ボタンのショートカットがなくてですね、僕はね、結局このカスタムボタン、新しく搭載されたこのボタンにね、カメラの起動を割り当てています。一応ね、対策はできてるんですけど、できればね、電源ボタン2回押ししてカメラを起動できた方が、このカスタムボタンの方にね、違う操作を割り当てることができるので、そこがね、ちょっと不満だなっていうくらいですかね。あとバッテリーの充電速度は、Xiaomi とかのね、90W みたいな、超高速感はね、あんまり味わえないかなっていう。一応 80W なんですけど、容量がね、その分大きいので、充電速度めちゃくちゃ速いっていうわけでもないかな。逆にウルトラとかになると、カメラボタンとね、シャッターボタンついていたりとか、また望遠カメラを寄って撮れたりとかね、あとセンサーサイズもね、メインカメラ1インチクラスになっていたりとか、Oppo Find X シリーズのこのカメラの色味はね、そのままにスペックが高くなるので、シンプルに画質が良くなるっていうね、そういったね、撮影体験が味わえるのがウルトラなので、日本でもね、いつかウルトラが発売されてほしいなっていうふうに思っています。で、そこでですね、個人的に楽しみにしているのが、最近発表された Xiaomi 17 Ultra っていう Xiaomi のフラッグシップスマホですね。実はこれ購入してしまいまして、価格がね、約20万円ということで、ちょっとね、かなり出費としては痛いんですけど、ただね、これがですね、僕の中では結構、今一番ね、楽しみなスマホですね。今話していったね、望遠カメラの、寄って撮れるっていうところだったりとか、あとカメラ1インチセンサー搭載しているので、もちろんこれ無印なので、単純な比較はできないですしね、ウルトラが、出ればまた話は変わってくるんですけど、日本でやっぱりね、この Oppo はウルトラ出していないので、そのポジションがね、やっぱり、Xiaomi 17 Ultra に独占されてるっていう風な感じはありますよね。海外だと Vivo とか、他にもいろいろ Honor とかね、いろいろあって、ひしめいてる感じなんですけど、日本だと、Xiaomi 17 Ultra がカメラ最強のポジションになりつつあるなっていう、個人的にはその17 Ultra もめちゃくちゃ楽しみっていう感じですね。
ただね、バッテリーだったりとかサイズ感とか、細かいところでやっぱり X9 の方がいいなっていう風に感じるところもあったりとかするので、これね、使ってみてどっちがいいのかっていうのはね、動画にしていきたいなと思います。Find X9 もうめちゃくちゃいいスマホですし、今年ね、本当に買ってよかったベストバイのスマホであることは間違いないんですけど、ただ最後に話した17ウルトラっていうね、ちょっと驚異的な存在も出てきたので、今後ね、この X9、どうなっていくのかっていうのは個人的にはね、楽しみなポイントなので、ぜひね、今後の動画チェックしていただけると嬉しいです。ということで、ここまで動画見ていただきありがとうございます。このチャンネルではね、こういったスマホを中心に僕がいいなと思ったガジェット紹介しているので、このチャンネル登録してない方はね、これを機にポチッと押していただけると嬉しいです。次の動画でお会いしましょう。じゃあね。